よ実はね、ここで一つ皆様にね、知っといてもらいたいことがあるんですけど、ポジション近いです。ハンドル近いです。で、楽なポジションです。お尻、実は痛くなりやすいんですよ。なぜかっていうと、直立のバイクってそのままね、お尻に全体重かかるんですね。これ例えばこういうポジションだとしたら、肩とか首とか手首とかは痛くなるんだけども、こっちにですね、少し体重が分散するからお尻にかかる圧が少し少なくなるんですよ。ただアドベンチャーバイク的な直立のバイクってそのままズドーンとお尻に重量がかかってしまうので痛くなりやすいです。痛くならない要因としてはですね、まずステップ位置すごく大事です。僕が乗ってた CB650R はすごいバックステップなんですよ。そうするとどうしてもこう前に倒れますね。なんで足で踏ん張ることができない。ニーグリップでグッと持ち上げるしかできないけど、ずっとニーグリップしてるなんて無理じゃないですか。だから非常にねお尻が痛くなりやすかったけど、まあでも CB さんはシートがすごい良かったから痛くならなかったけど、これねステップの位置が超絶ナチュラルです。なので足でも体重をこう支えることができるんですね。お尻が痛くならない要因1個、ステップ1、これはクリアしてます。それとね、あともう1個はね、自分ですね。自分。これね、ハンドルが割と近いじゃないですか。で、ネイキッドってなんか僕聞いた話なんですけど、昔の人って後傾姿勢で乗るのがかっこいいって言われてたんですか。なんかこういう感じで、こういう風に乗れちゃうじゃないですか、ハンドル近いから。けどこの角度で乗ってる人はお尻が絶対痛くなります。なぜかというとですね、骨盤の角度です。このシートがだいたい地面と平行、もしくはちょっと前に傾いてるじゃないですか、シートって。そのシートに対して骨盤の位置、これはね、骨盤ってどこか角度ですかって言われてなかなかこう難しい、自分の中の感覚っていうところもあるんですけど、骨盤がシートに対してまっすぐついてる状態、僕の中ではこれがまっすぐついてる状態。そうすると背骨がシートから直角に生えてます。ネイキッド、それからアドベンチャーみたいなこうまっすぐに近い、ネイキッドは結構前傾のものも多いですけど、 Z900RS みたいに割とまっすぐのスタイルの場合、骨盤がこうなってるってことは少し後ろに寝てるってことですね。直角じゃなくてちょっと骨盤がこういうふうに生えてるじゃないですか。でそうするとお尻の尾てい骨の一番痛くなるところがシートに押し付けられるんですよ。なので痛くなっちゃいます。これはね、僕思うんですけど、セルフステアを使うときに少し猫背気味の方がセルフステアって使いやすいんですよね。なのでジムカーナとかされてる方って割とこういう感じで乗ってるんですけど、それってね、こうじゃないです。骨盤が立った状態でこうなってます。そうすると腕が緩んでコントロールしやすくなると思うんですね。なので基本的には骨盤はシートに対して垂直に立たないと長距離もいけないし、セルフステアも効かないです。まさちゃんの動画。かつこうなってる人って足が下にまっすぐ降りないんですよ。こうなってるから、一回こう当て出てこうつくことになるから足つきも悪くなる。これ見てると分かるんですけど、骨盤が立つとこの足がすんなりこう下に降ります。だけど骨盤が寝るとこっちの角度にこうなるんですね。だから足がつきづらくなる。後ろに一回行くからハンドルも遠くなる。
なのでハンドル遠いな、ハンドルバーライザーつけなきゃ、足つき悪いな、ローダウンしなきゃっていう人はこういう人が多いんじゃないかなと僕は思います。まさちゃんの動画。なので骨盤をしっかりシートに対して直角に立てていただいて、胸をメーターに預けるようなイメージで少し緩んであげるとすごくいいポジションになれるんじゃないかなと思うので、是非試してみてください。